I'm coming in as Invicta's champion. She was the previous champion, and we have unfinished business. So even though we're fighting in Rizin, this story started back in Invicta Fighting Championships. これはライジンのスーパーアトム級のタイトルマッチとして、行います。代読します。この時が来るのを2年半待ちました。次こそ真の決着をつけたいと思います。今まで戦ってきた中で本当に一番きつかったんじゃないかなって思います。まあやばかったですね。やばかったよね。危なかったです。危なかったよね。勝ってなかったら危なかったと思います。My name is Jin Yu Fry. I'm an American mixed martial artist fighting out of Arlington, Texas. I am the current Invicta FC Atomweight champion. It's unfortunate that it was stopped the way it was. I felt like I had, the upper hand. Hopefully we get, a favorable outcome this time, and we find out.久しぶりですね。私が総合格闘家として育ててもらった場所ですね。どう？結構久しぶりですかね。いや練習なんてもう本当に引退前とかですよね。引退前ですね。なので5年ぐらい経つよね。当時は男勝りな、内面的にもかなり殺伐とちょっと荒れてるんじゃないかなっていうような、やってやろうと思ってきたんだと思います。尖ってたからそれが伝わってきてた。もういつもやられてばっかだったんですけど、尖ってたんで当時負けたくないなっていうのもあって頑張ってました。不良のやんちゃじゃないですよ。ただちょこまかしてるんで、やっぱり尖ってましたよね。学生時代は尖ってましたよね。どちらかというと。ちっちゃい時はなんかスカート履かされたりとか、それが嫌でお兄ちゃんとばっかり遊んでたんで。もともと負けず嫌いだったですから兄よりも上に行こうっていう感じなんですね。スポーツでも何でも。勉強の方はどうかわかんないですけど。勉強は全然負けても大丈夫ピアノとか習わされてたんですけど、嫌いだから本当に上達しなくて、でやめたくてなんかやりたくて、で柔道を始めたって感じです。やっぱりやるからにオリンピック出たいっていう夢はやっぱり常に持ってましたけど、現実は厳しくて、実業団までは行きましたけど怪我とかも重なって割と結構早い段階で引退しましたね。でその時に山口にいてもう何も刺激なくて、いやもうこれダメだと思って、とりあえず東京行こうと思って、それがきっかけで上京して。その時お母さんどういうふうに東京の方に行かなくてもいいんじゃないかなっていうのは思ったんですけど、自分の人生だから反対っていうのは一切しないです。そうですね、母は、背中を押してくれて。最初はそれこそ富田に誘われてきて、藤めぐさんっていうすごい強い人がいるんだよって言ってめっちゃ調べて、バキバキの写真出てきて、この人いんのと思って、
やっぱり藤井さん見てやりたいなって思ったのは間違いないです。初めての練習に来た時に何にも技とか知らないんですけど、もうそこで違うなってみんな思ってて、みんななんかざわついたというか、瞬発力もそうですけどパワーもすごかったですね。もう続けてやってくれたら絶対強くなるだろうなっていうのは当時からありましたね。決められた記憶しかなくて、本当、体で教えてくれるじゃないですけど、決めたことはないんですよ、一回も。もちろん海外で世界一を取るっていうことが一番の目標であって、もうそこで夢はちゃんと実現できて、次のどうするべきかっていうのをすごく模索してた時があったんですね。日本人初の世界女王、このライズインのリング、第1ラウンドのゴング、楽しみだね。さあ先に仕掛けていくのは浜崎です。いいですよ、いいですよ。パンチを出していく。対戦相手はアリーシャ・ガルシア。やっぱり今までやってきた浜崎彩花っていうのがここでやっと、日の目を浴びたじゃないですけど、もちろん好きでやってきていることだし、それだけを望んで、やってるわけでもないのは分かってたんですけど、やっぱりやってるからにはしっかり日の目を浴びてもらってほしいなっていうのがずっとあったので、楽しめばいいじゃんって楽しもうね。そこまでお前に楽して勝ったことなんてないんだから、それを実現することができて、でそこでもう勝つことができて、ただいまよりライジン女子スーパーアトム級タイトルマッチを行います。初の女王誕生の瞬間、埼玉スーパーアリーナボルテージが上がっています。さあ第1ラウンド5分間のゴングです。決まりましたね。そしてパンチを放っていきます。さあサイドポジションを取ったのは浜崎彩花。右手を取りに行く。そしてあと40秒、あと40秒。チャンピオンは浜崎彩花。分かったかみんなってめっちゃみんなに言ってます。私この人さ取ったんだってこの人がベルトをつけてそのみんなに祝福されてるのが流れてるのがすごく意味があるというか。藤井さんもうね涙が止まりませんが。泣いちゃうんです。もう年のせいもあるんだと思うんですけど、やっぱりいろいろね、その始めた頃のこととかいろんな姿をね、やっぱり想像を勝手にしてしまって、やっぱり涙腺が崩壊でも藤井さんが出たらどうだったんだろうなっていうのはすごい前から思ってて、だからずっと背中追ってるんですよ今も。決めたことはないんですよ、一回も。決める前にやめちゃって。
もう決められないまま終わりたいんです言うんです。子供が大きくなったらお母ちゃん世界チャンピオンに決められたことないからねって言わなきゃいけない。今決められたらダメだ。For Ayaka, we have a lot of unfinished history, and I look forward to tying up the loose ends and finishing up this story. Even though we're fighting in Rizin, this story started back at Invicta Fighting Championships. I was able to handle myself with her style 2.5 years ago, and a lot's happened since then. I've grown a lot as a mixed martial artist, and I don't have any doubt that I'll be able to handle it this time as well. Hopefully we get a favorable outcome this time, and we find out who's the best. ちょっとこの試合は本当にもうちょっと本人目の前にして言うのもあれなんですけども、どっちが勝つかもわからないぐらいな戦いになると思うし、で本当にもう世界一の対決、打撃勝負でいくと、彩香の方が秀でてる部分はあると思うんですけど。I think Ayaka is a very seasoned vet. She's seen a lot, she's done a lot, she's had a lot of fights. She's had a lot of high-profile fights, and she's a little bit difficult to game plan for because she has such an unorthodox style, but she doesn't really pose any threat that I'm worried about. 正直怖いです。はい。ただ初めて戦った時の勝ち方がちょっとあんまり納得するような勝ち方じゃなかったんで、もう分かりやすい試合で勝ちたいなっていう楽しみの方が今は大きいです。Unfortunately for them, I hope to bring the belt home to American soil. 絶対負けたくはないですね。同じ階級の女子には。もう一言勝てよと人生に関しても勝てよと。そうですね、勝つよ。結婚はしなくてもいいかなと思ってます。そうなの。いや前はこういうことをやってなかったら結婚したらとか思ってましたけど、今はもう自分の人生楽しんでもらって、その中でそういう機会があったらそういう風にしたらいいかなと思ってるし、孫が欲しいとか一切ないです。だから輝ける間は輝いてほしいかなと思ってます、親からしたらね。でもその相手に振り回されたくないんで縛られたくないんで、はい、こういうことを言う人に限って2年後ぐらいに結婚しますとかそんな予感もあります。ありますよね。電撃。もう本当にでも何をするかわからないんです。昔から何をしだかすか読めないっていうのが試合も一緒で奇想天外な戦いを。すみません、遅れました。お疲れ様です。すみません、遅れました。すぐに来ます。すみません。どうしたんですか。普通にやや遅れました。すみません、失礼しました。まず謝れよ、お前。ちゃんと謝れよ。連合の重鎮っていう参謀というかね、そう見えますよ。からライジンに送り込むっていうのが一個。こういうライジンの方が光るなっていうのは、ライジンの方がなんかこう日本人に受けるなみたいな、このキャラクターと各試合でギャップすごいじゃないですか。一発で試合を終わらせることのできる動いブルスイング、格闘技界においてパンチで自分でバランス崩して倒れるやつってもういないと思うんですよね。そういうね、見応えのある選手です。
名前に縛られることないですか？フルスイングという名前になって結果が出てきてゲオとかが増えてきていい感じになってきた。いい感じ、はい、正直本当に上が来た時って強くなると思ってなかったですね。いや本当の話ですね。もう練習でも信じられないぐらいのフルスイングするんで僕らもびっくりしちゃったんですよね。であんまり当たらないし勝ち上がる選手じゃないなと思ってて。いきなり試合でなんか一発で当てるようになってラッキーだろうなと思ったら連発で5試合ぐらい連続 KO 勝ちしたんですよね。5連続 KO？ そうなんかイメージとしたら着物にこう重いものつけてこうやってぐるぐる振り回してるのでバチンって当ててるような倒れ方尋常じゃないな、立ち上がれないなっていう。最初はすげえこいつサイコパスなんだろうなと思ってたんですよ。表情もあれじゃないですよね。こいつすげえ闇あんだろうなと思ってたんですよ。でサイコパス動員しようよってもういや本当に僕も勘違いしたのがいいやつなんですよ。それはね本当に思うんですよ。すげえやつ。ご結婚はしてないですできないです。彼女は？彼女はいないです苦手だし格闘技してるんで俺は大丈夫みたいなそういう感じですアウトですか？いい香りがするな会場でいい試合して盛り上げて大臣も盛り上げつつシュートにお客さんも持って帰ろうかなと思ってます。あ、いいですね。はい、いいですね。すでに天心選手2冠持ってるんですけど3冠に挑んでもらおうと SK の57キロ級のフェザー級のタイトルにベルトをかけた3冠に挑む天心を、神戸で見ていただけたらなと。ISK といって、そうですね、もう歴史もすごく長くてアメリカ行ったりヨーロッパ中東とかいろんなところに分かれてるんですね。世界でも有名な団体で強い選手いっぱいいますね。Él va a pensar que solo aplico velocidad y después al aplicar la fuerza se va a sentir sorprendido. 大きい動作で強く打つじゃなくて小さい動作でバッと強く打つっていうのがしっかり倒せる攻撃を持ってるなって苦戦してるロッタン選手のようにもらってもその前に出続けるいかにその天心を焦らせられるかだと思いますね。はい。Si lo voy a ganar, lo voy a noquear en el segundo round y va a quedar llorando como ya le pasó. 前回ちょっと様子見てしまったんでチャンスが出た時全部行かなきゃなっていうのがありますね。そうですね、今年も忙しいですね。めちゃめちゃ試合させすぎじゃないですかいやちょっとかわいそうです。いや本当今忙しいと思います。天心にしかできないんじゃないですかね。暗くなってるとこ見たことある？ないです。全く一回も1ミリもないです。そういうとこうまいですよね。自分でちゃんと休むとか休んでこれ黙ってる時間がないんですよ。ずーっとうるさいみたいなそういう人で一人でも人生楽しそうですけどねまあ別にそんな病むほどでもないですけどでも疲れてはいます。前回の試合で気になったことを反省点というか左のストレートの感覚とかあと右フックはこうだったねみたいなジャブがすごく良くなってたんでジャブが良くなってた分早い段階の KO を少しタイミングを逃したのかなっていうのもあったんででもジャブが上手になったってことはボクシングの技術が上がったということでそこで、ね、次につなげるパンチの今日話とかそういうのはしました。最近、ね、無理やり階級を上げて試合をすることがすごく多いんで相手もそこまでいないですしそういうことをしていかないと、ね、周りが盛り上がらないっていうのもありますしでも自分しかできないことだとは思うんで
ジャンプ。上の階級でもできるようにっていう感じで取り組んでて、スピードをもうちょっと上げてほしいだとか、でそれからまたトレーニング、変えながら試行錯誤しながら今一緒に作ってる段階ですね。個人的にはもうちょっとパワーをつけて急にパワーアップだけでバーンっていくんではなくて、彼のいいところっていうのは瞬発力とか、スピードなので、そこはもう絶対落としたくないし、で本人とは1年後2年後長いプランでやっていこうとは言ってます。最後出るでしょ。本当にバーンって感じです。そんなに違う。違います。伸びてパッと決まったんで、そうですね。ニックさん本当にやっぱ一緒にやっててすごい楽しいですね。フィジカル面のことだけじゃなく、食事のこととかケアのこととか体調のこととか、そういうのを全部教えてくれるんで、向上心が強いですね。これが他の選手と全然違うところだと思います。取り組む姿勢がずば抜けてる。何やった方がいいですか、質問が多いですよね。逆にそれを自分は抑えるっていう感じです。もうちょっと休めばっていう本当にやってて楽しいですよね。だから意識が高くなります。余裕です。本当に速いんですよ。普通ジョギングで行くのをあいつ 100m 出してザーッと突っ走っちゃってるんで、格闘技人生を本当に速くて固めていくのが大変ですよね、周りをね。強いやつを常にやりていきたいっていう天心のモチベーションなんで、だから本当に彼自身もまだ世界でナンバーワンとは思ってないでしょうし、だからまだまだもっと彼は欲求が強いんですよ。もっと強いやつやりたい、もっと強いやつやりたい。スーパーアリーナで満足はできないですよね、もはや。正直東京ドームあったり新国立競技場、なんかできなくはないと思いますよね。とりあえずね、ワールドシリーズを優勝して、あと年末ですか、年末誰出るかわからないですけども、そこをクリアして来年からどうするかでしょうね。まだロッタンとの再戦とかもあるでしょうし、ライズでですね、あと階級上げるとかもあるでしょうし。キックボクシングって上位概念がないじゃないですか。なるほど。WBO な WBA。そう作っていくって感じですね。彼自身がいつも言ってる、キック界格闘技界にいるうちにこの業界を変えたいと、一つにしたいってことだと思うんですけど、この速さでいくとですよ、キックでやることも相場なくなるんじゃねえかっていうそうですね。キックはなくなる可能性ありますよね。 1,2 年でどうなるかじゃないですか。世界に出て世界の人を熱狂させる試合をするっていうことは本当に夢じゃないと思います。近いと思います。近い将来だと思います。俺はボクサーを育てるのは仕事だから、将来ボクシングをやるという約束をしてくれたら教えるよ。その約束がつながってると信じてるんで。ボクシングって話もあるじゃないですか。ボクシングもやっぱり本田さんとも仲いいですし、僕も仲良くさせてもらってるんですけど、そこはそこでねやるんだよってもいいでしょうし、MMA はねある程度体出来上がったら最後でもいいかなと思ってますし、本当にそこに先に可能性が見えたらですよ、行ってこいですよ。それはしょうがないでしょ、親心そうですよ。もう同じ年の僕息子もいますし、天心とやっぱり彼がサクセスしていくのを見ていきたいですよね。でそれで携われるなら携わっていくだろうし、必要とされるなら、で彼自身が外国で拠点を置いて活躍するんだったら海の向こうからニュースを待ってますよ。
一応やったら何しよう。超稼ぐ人って一人もいないと思う。いないですよね。超は稼ぎたいですよ。1兆。おい自分で何言ってるんですか。いやでもそんぐらいの人になりたいですよ。ちょっと頭悪い、ちょっとバカでよかったとは思ってます。世界は自分中心で回ってるって思っちゃってる系なんですよ。世界系だな。中学校からそれは思ってるんですよね。起爆剤的な人がいると思うんですよ、世界に。体の中にスイッチがあるみたいな。そのスイッチを持ってる人が自分かなと昔からそういうと思ってました、はい、そういう考えだから、じゃあメイウェザーとやるはいって言えるんだろうな。絶対そうだと思います。やっぱ自分がやっぱ一番だと思っているところじゃないですかね。思っちゃってるんじゃないですかね。そこはすごい思います。